家宝のぬか床。ニジマスをぬか漬けにします。ぬかを足す。塩を1杯足す。仕込み完了。今の海は、壊滅的に魚が釣れないようなので、今回も、湖でニジマスを狙います。暴風。ここでやります。まずは、予製さ作り。量が少ないので、ぬかでかさ増しします。まずは、1玉。オリジナル調法は、楽ちんだけど、いまいち調化が良くない。枝ハリスが、ダラーン。ダラーン、ダラーン。ダラーンなるのが、いまいち調化が良くない原因だろう。そこで、新調法を試します。カゴとトリプルサルカンを使うのが、この新調法の要。ここにハリスを結びます。水深を正確に測る。カゴが水底から30センチ上になるように、セッティング完了。それでは、新調法を開始します。水底から10センチ上につけ餌、水底から30センチ上に、カゴです。冗談抜きに、風がやばい。竿の曲がりがおかしい。玉浮きがこっちに寄ってくる。手前は浅いのに。玉浮きが寄ってきて、釣りにならないので休憩します。桜の季節なので、桜に弁当を買いに行きます。みんなは知ってると思うけど、これらは嘘価格だから気をつけてね。ノボルは780円でした。780。ダイソーによります。買ったものは、後で軽くご紹介します。ノボル、780円。ロース系の生姜焼きか。いただきます。
ロースは3枚。この前食った円の方が安いし、うまい。今後、ノボルのリピート購入は、なし。再開するけど。風向きや風力の変化なし。カゴが水底に接触しちゃってるな。マス類は、水底に沈んでる餌を、ほぼ食わないのだ。風、もう。これじゃ釣れん。水底に、餌とカゴがズリズリ吸っている。手前は、浅いのだ。こんなこともあろうかと、心身重宝も考えてある。カゴとトリプルサルカンと極小浮きを使うのが要です。テスト。餌が良い感じに漂っている。風が強いので、浮きはなしで。身長法は、没にします。カゴを取り外す。普通の玉浮き釣りをします。仕掛けの投入が、劇的に楽になった。手で寄せ餌を投げ込めば。仕掛けにカゴをつける必要はないよな。玉浮きが近寄ってくる。ダイソーで買ったものを、軽くご紹介。白米には、これ。これも。庶民は割れカシューナッツで、十分。予備餌。庶民は割れカシューナッツで、十分。右のシェラカップ2個入りは、良い感じ。今年は、トマト、20日大根、春菊を栽培します。オレンジキャンディー。うまそうな品種名。ミチートに漂流物が絡む。現在、午後4時半。もう、粘っても無駄だろう。草、釣れたー。スプーンを投げてみます。一部のマスは、暖かくなると、新天地を目指して遡上する。遡上してきたマスが釣れるかもしれない。
はい、筆頭。うぐいだな。リリース。マスはいないっぽいな。とりあえず、一匹釣れたので、発狂を抑えられました。もう、帰ろう。釣りが長期戦になりそうなので、ぬかにじますは、今、食べます。基本、魚は備長炭で焼きますが、今日は時間がないので、フライパンで。焼けた。それでは、いただきます。家宝のぬか床で漬けた人参。旨味を感じるが、すごく、しょっぱい。奇跡的にちょうどいい塩梅。旨味がプラスされていて、うまい。しょっぱかったので、ぬかと水を追加する。味を調整し、手をかけ育てていく、それが家宝のぬか床です。昨夜、夜更かしして、心身身長法を考えました。昨日と同程度の強風が吹いてる。今年は、強風の日が多くない？ここでやります。まずは、これ。心身身長法は、日本針の仕掛けを使うのが要です。ガン玉も要。下の針が推定から10センチ上になるように調整します。上の針は匂い担当の餌。下の針は食わせ担当の餌。開始。昨夜、脳内シミュレーションした結果、この心身身長法は、1本針より1.5から2.5倍釣れるはず。理由1、餌を2種類取り付けられる。理由2、幅広いレンジを攻められる。理由3、仕掛けが浅いとこに流されても、上の針でカバーできる。この心身身長法は、期待大。当たってる。筆頭。
やたらと銀色だぞ。開始30分で釣れた。ニジマスだな。今日も強風だから、釣れないと思ってたけど。あっさり釣れたな。余生差を追加して、ニジマスの引き止め工作をする。この新情報は、BF2H 情報と名付けます。ボールフロート2フォックス。この仕掛けだと、下の針がよれる。ブドウ虫がくるくる回ってる。ガン玉をやめて、サルカンにします。BF2H バージョン2.0。昼飯にするか。今日は、桜の高級弁当を、買いません。ダイソーのパンで済ませます。買ったものは、後で軽くご紹介します。庶民は、我カシューナッツで十分。今日の昼食。今日の夕食。今年は、トマトの栽培を重点的に、頑張ります。クリーム、うまい。あのニジマスが釣れたっきりだな。2日目の最後の最後で、ようやく風が収まった。今日、私以外は、誰も釣れてないっぽいので、BF2H 情報は、有望だ、と言える？いいね。で応援お願いします。